どうもこんにちは。最近 YouTube チャンネルが嫁に見つかり、旦那がアホなことをしていると親戚中にチクられ、嫁一族から白い目で見られ始めているホビーチャンネル武蔵です。タミヤのアンフィニ RX7 タイプ R の製作になります。キットの中身はご覧の通りで、パーツ数は少なめになります。サクッと組み上げられそうなキットだとこの時は思っていましたが、スタイルや金型に難があることがこの後判明します。まずボディを確認していきます。このキットは別に左ハンドル版がマツダ RX7 として発売されていて、そちらの方はエンジン再現がありますが、こちらにはありません。金型共通化のためか、ボンネットは別パーツになっていました。ボディとの合いを見るために、ランナーからシャーシも切り取っていきます。ボディとシャーシは問題なく合体できそうです。ヘッドライト部分にはバリが見られます。リアの左側はクリアパーツがいまいち合いません。隙間があるのと縁との間でクリアパーツの方が 1mm 弱、0.5 から 0.8mm ほど小さく見えます。ボディを整えていきます。パーティングラインを紙やすりの600番から800番を使って消していきます。ボンネットは早い段階でボディに接着してしまいました。ボンネットとボディに隙間があり、そのままだとドアやトランクの隙間との差異が作品に違和感を与えてしまいそうなので、裏からプラ板を当てて目隠しをしておきました。ウォッシャー液が吹き出すノズルは凸モールドで表現されていますが、研ぎ出しの邪魔になるので削り落とし、目印にピンバイスで穴を開けておきます。サイドミラーは薄いモールドで接着箇所がわかるようになっていますが、塗装や研ぎ出しで消えてしまうので、同じように目印にピンバイスで穴を開けておきます。ウォッシャーノズルはボディの研ぎ出し後に真鍮線かプラ棒で再現しようと思います。筋彫りは筋が浅いところはもちろん、全体的に深く彫り直しておきます。ドアノブは金型がへたってきているのか、モールドが甘いので彫り直しておきました。今までカーモデルを2つサフを使って作成しましたが、果たしてサフが必要だったのか疑問に思うようになりました。サフを使うと縁などの何かが当たる箇所でサフ面を境に塗装が剥がれてしまうことがありました。これはサフより塗料の方が硬く、より脆いサフ面が割れて剥がれてしまうからだと思われます。そこで今回は簡単に作れそうなタミヤの RX7 を使ってサフなしでどんな仕上がりになるか挑戦してみます。リアの左側はクリアパーツとぴったり合うようにパテで成形してみました。少し削ってははめてみて少しずつ合わせていきます。だいたい合ったようです。ドアの鍵穴あたりは引けてへこんでいたので瞬間接着剤を持ってから平らにしました。埋まってしまった鍵穴はピンパイスで再現します。サイドウィンカーですが、大きく出っ張っていて研ぎ出しの邪魔になるので削り飛ばしてしまいます。まず型取りくを使って型を取ります。温めた型取りくが冷えて固まったら、慎重にボディから引き剥がします。UV レジンを取った型に流し込みます。気泡が入ってしまいましたが、爪楊枝などで追い出せるので大丈夫です。UV ライトを当ててレジンを固めます。レジンが固まらなかったり、固まっても表面がベタついてしまう人がいるようですが、
それはレジン液とライトの波長が合っていないためのようです。その場合、レジン液の説明書を確認し、必要な波長が出せる UV ライトに変えてみてください。使用しているレジン液星の雫は蛍光灯でも反応して固まってしまうほど必要な波長の範囲が広いので、大抵の UV ライトに適合し失敗が少ないと思います。レジンでの複製がうまくいったのでウインカーは削り取ってしまいます。シャーシのエアロ部分が足りていないようです。プラ板で延長しました。車高を確認するため、足回りを仮組みしていきます。仮組みなので、貼って剥がせるセメダイン BBX を使用して組み立てていきます。タイヤを取り付けて車高を確認します。フェンダーとの隙間が少々空いている気はしますが、許容範囲でしょうか。下地のサフ代わりにフィニッシャーズのファウンデーションホワイトを塗っていきます。空のペットボトルを使って塗料の濃度を確認しておきます。まずはリアスポイラーから、プラに塗料が食いつくように砂吹きなしで拭いています。ボディは塗料が乗りにくい端や奥まったところから拭くようにします。砂吹きなしにツヤが出るように拭いています。ムラになっていますが、1度目はこの程度でも大丈夫です。2回目の重ね塗りになります。2回塗りで少し色が乗ってきました。フィニッシャーズのファウンデーションホワイトは白の中でも極めて隠蔽力が高いので、2度塗りでもだいぶ下地が隠れてきています。3回目の塗りに入ります。シンナーを足して薄くした塗料で4回目の上塗りを行いました。ホコリが乗ってしまったところは紙やすりで削り取っていきます。サフを使った時と同様に、塗装では消せなかった傷があるところや、塗装前には気づかなかった引けがあるところは成形し直します。筋彫りが脱線した傷があったので、紙やすりで鳴らしています。この程度の傷なら、このように紙やすりで周りの塗装を剥がしてから、さらに塗装してしまえば、ほとんどわからなくなります。
脱線した傷に初めの塗料が残り、それが傷を消してくれます。修正しなくてはならない箇所が結構多かったです。SAF であればこれほど修正はいらなかったかもしれません。はじめと同じように修正したところを中心に3度塗りで下地塗装をしました。再度スタイルを確認したところ、タイヤがはみ出していることに気づきました。何か RX7 らしくないと感じていたのはタイヤのはみ出しのようです。タイヤがサイドシルからはみ出しているために、カスタムカーのような力強さが感じられるようです。人それぞれですが、RX7 は力強さではなく、ヨーロッパ車のような幽霊なエレガントさが RX7 らしさのように思います。どれだけできるかはわかりませんが、タイヤは奥に引っ込むように改造しようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録者数が増えれば、嫁一族の風当たりも弱くなるかもしれません。よろしかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。